ロック204チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。このチャンネルでは、プログラミングや IT 技術についてわかりやすく解説しています。今回の動画では、Google コラボラトリというツールを使って、たくさんの Excel ファイルを効率的にまとめて処理する方法をご紹介します。手作業で Excel ファイルを一つずつ編集するのは大変ですが、この方法を使えば作業時間を大幅に短縮できます。ぜひ最後までご覧ください。今回使用する Excel ファイルは、オープンデータとして提供されているものです。データベースサイト、E-スタット統計で見る日本から入手できる学校保健統計調査のデータを使用します。具体的には、年齢別都市階級別設置者別身長、体重の平均値及び標準偏差のデータファイル、R6 保険時計01.xlsx を使います。まずは準備として、Google コラボラトリの作業領域に Excel ファイルをアップロードします。左側のファイルアイコンをクリックし、ファイルをアップロードしてください。ここでは例として、ダウンロードしたファイル名を output2.xlsx に変更してからアップロードしています。Excel ブックに含まれるシート名を取得する方法です。Python の OpenPickle ライブラリーを使用します。まず、Import OpenPickle でライブラリーを使えるようにします。次に、defGetSheetsNamesFile_name でファイル名を渡すとシート名を返す関数を定義しています。この関数の中で7行目の workbook=OpenPickle、load_workbookFie_name で指定した Excel ファイルを開き、10行目の sheets_names=workbook.sheetnames でシート名のリストを取得しています。最後に return_sheets_names でそのリストを返しています。定義した関数にファイル名を渡すと、シート名のリストがプリントで出力されます。表示されているのは、取得したシート名のリストです。取得したシート名のリストを使って、シート内の項目名や特定の列のデータを統計分析しやすいように変更します。前回の動画でも説明しましたが、このプレゼンテーションでも改めて説明します。今回は複数のシートに対して一括で列名とデータの修正を行うプログラムを作成しました。項目名とデータを一括修正するプログラムの説明です。データの扱いに便利な Pandas モジュールもインポートします。コードの5行目から12行目までは、先ほど説明したシート名を取得するプログラムと同じ部分です。次に、既存の Excel シートにデータを横方向に追記する関数 append_data_horizontally を定義します。この関数は、ファイル名、シート名、追記するデータ、開始行、開始列を引数として受け取ります。append_data_horizontally 関数の詳細です。try.except でエラー処理を行い、ファイルが見つからなかった場合などを想定しています。27行目の workbook=OpenPickle、load_workbook_is_file で Excel ファイルを開き、28行目の sheets=workbook sheets_name で対象シートを選択します。31行目の for_index、value in enumerate data でデータをループ処理し、32行目の sheets.cell=start_row、コラム=start_col プラスコル_index.value=value で指定したセルにデータを書き込みます。データの書き込みが終わると、保存されましたと表示されます。37行目のワークブック、sebexcel_ファイルで変更内容を Excel ファイルに保存します。元のファイルに上書きされますので、ご注意ください。次は、縦方向にデータを書き込む関数 append_data_vertically です。引数は横方向の関数と同様に、ファイル名、シート名、修正に用いるデータ、修正開始行、修正開始列となります。この append_data_vertically 関数は、横方向の関数とほとんど同じですが、データを縦一列に書き込む点が異なります。63行目の for_index、value in enumerate data でデータを縦方向にループ処理し、64と65行目の sheets.cell=start_row プラス row_index、コラム=start_col.value=value で行番号を開始行にリストのインデックスを足した位置に指定することで、データが下方向へ書き込まれます。列番号は開始列で固定です。
ここからが、上で定義した関数を使って実際に Excel ファイルに処理を行う部分です。79行目で処理したい Excel ファイル名を Excel アンダーラインファイルに設定し、81行目の GetSheetsNames 関数で全シート名を取得します。次に、85行目で新しい項目名を List New アンダーラインデータとして用意し、87と88行目で書き込みたい開始行と開始列を指定します。90行目よりシート名のリストをループ処理し、各シートに対して92行目のアテンドアンダーラインデータアンダーラインホリゾンタリー関数を呼び出して項目名を書き込みます。こちらがプログラムの実行結果です。赤枠で囲まれた部分がデータが修正された箇所です。この修正はすべてのシートに対して実行されています。このコードは Excel ファイルからデータの一部を読み込み、特定の条件に合う行を選び出し、基本的な統計量平均や最大、最小などを計算して表示するプログラムです。Google コラボラトリでの実行を想定しており、データ分析に便利な Pandas ライブラリーを使用します。コメントでコードの目的や読み込むデータの指定方法を示しています。3行目の PD、Read アンダーライン Excel で Excel ファイルを読み込み、読み飛ばす行数、読み込む行数、使用する列を指定できます。読み込んだデータは、得たフレームという表形式のデータとして DEF に格納されます。Excel アンダーラインファイルには、読み込むファイル名、Sheets アンダーラインネームには、読み込むシート名、SkipRows で読み飛ばす行数、NRows で読み込む行数、USCOL で使用する列を指定します。5行目の Print Excel アンダーラインファイル、Sheets アンダーラインネームで読み込んだファイル名とシート名を表示し、プリント DEF でデータフレームの中身を表示できます。7行目の OutDEF イコール DEF 一重引用符全体区分一重引用符イコール一重引用符計一重引用符の部分で、読み込んだデータから全体区分列の値が K となっている行だけを抽出しています。8行目のプリントフバックスラッシュ N 抽出されたデータはじめ中括弧 Excel アンダーラインファイル終わり中括弧はじめ中括弧シーツアンダーラインネーム終わり中括弧で抽出したデータを示すメッセージを表示し、プリントアウト DEF で抽出されたデータを表示します。最後にアウト DEF 一重引用符年齢区分一重引用符、一重引用符身長平均一重引用符、一重引用符体重平均一重引用符、ディスクライブで抽出したデータの中から、年齢区分、身長平均、体重平均の列を選び、ディスクライブメソッドで基本的な統計量データの個数、平均値、標準偏差、最小値、最大値、四分位数などを計算して表示しています。こちらは、データフレーム DEF に Excel ファイルのシート、01-010のデータを読み込んで表示した結果です。こちらは、DEF から抽出条件、全体区分列が、K であるレコードを抽出し、基本統計量を求めた結果です。このプログラムは、先ほどの統計量計算プログラムに、結果を Excel ファイルに書き出す処理を追加したものです。15行目の withpd.excelwriter _as_writer で新しい Excel ファイルを作成し、データを書き込む準備をします。ファイル名は、リザルトにシート名を加えたもの例えば、リザルト 01-010.axlsx となります。16行目の OutDEF、to アンダーライン Excel リットル、Sheets アンダーラインネームイコール OutDEF、インデックスイコール False で、抽出したデータ OutDEF を、OutDEF というシート名で Excel ファイルに書き出します。インデックスイコール False で行番号は書き出しません。OutDEF 年齢区分、身長平均、体重平均、ディスクライブ、to アンダーライン Excel リットル、Sheets アンダーラインネームイコールディスクライブ、インデックスイコール True で、統計量の結果を、ディスクライブというシート名で書き出します。こちらではインデックスイコール True で行見出し統計量の種類も書き出します。出力された Excel ファイルの例です。この Excel ブックには2つのシートがあり、OutDEF シートには抽出されたデータが記録されています。また、ディスクライブシートには、統計処理されたデータが記録されています。次は、Excel ファイル内の複数のシートを順番に読み込み、それぞれに統計処理を行い、結果を新しい Excel ファイルとして保存する処理です。最初に、指定したファイルのシート名をリストで取得する GetSheetsNames 関数を定義しています。次に、
先ほど示した統計量を求めて結果を Excel ファイルに出力するプログラムを関数化し、result _to _excel excel file sheets _bf として定義しています。この関数は、Excel ファイル名とシート名を引数として受け取ります。プログラムが実際に動き出すメインの部分です。処理したい元の Excel ファイル名を指定し、32行目で getSheetsNames 関数で全シート名を取得します。34行目で取得したシート名のリストを for ループで順番に処理し、各シートに対して result _to _excel 関数を呼び出しています。これにより、output2.xlsx のシート名をすべて取得し、リストのシート名を一つずつ取り出しながら、それぞれのシートに対して統計処理を行い、結果を個別の新しい Excel ファイルとして保存するという処理が順番に行われます。こちらが一括統計処理プログラムの実行結果です。シートごとに統計処理されたデータが左側に表示されているように個別の Excel ファイルとして出力されます。今回のまとめです。Google コラボラトリと Python を使うことで Excel ファイルの一括処理が可能になります。具体的には OpenPickle ライブラリーでシート名を取得し、Pandas ライブラリーで Excel データの読み込み、特定のデータの抽出、そして統計処理を行うことができます。また、処理した統計結果を新しい Excel ファイルとして出力する方法、さらに複数のシートに対してこれらの処理を自動的に一括実行する方法について解説しました。これらの方法を活用することで、データ分析の作業を効率化できます。